こんにちは、八雲太郎です。ただいまの時間は5月11日午前0時、台北団体アートフェアを見に行くということで羽田空港に来ています。この前香港に行ってきたんですけれども、台湾も相当久しぶりですね。飛行機が羽田発7時ぐらいの飛行機なんですけど、その時間に、電車で来れないし、タクシーで来るのもなっていう感じがしたんで、終電ギリギリで羽田空港に入りまして、時間を潰してみようかなと。初めての経験ですけれども、羽田で朝まで、昼間より全然人はいないですけど、ちょこちょこ椅子なんかもだいぶ埋まってて、寝てる人とかもっていう感じですね。こんな感じになってます。目的としては台北団体11日から VIP のプレビューが始まりますので、朝7時に出て10時半頃着きますんで、もうその日のうちにプレビューを見てこようと思ってます。今回はドキュメンタリー風にしてやりたいなと思っています。目標はドキュメンタリー72時間。暇です。どうせ朝方ですからね、お店も開いてないですしね、朝まで楽しんで羽田空港散策をしたいと思います。現在時刻は午前2時、フライトまで5時間。暇ですね。ネットで見たら結構店開いてますみたいな感じだったんですけど、全然開いてなくて、1階のローソンが開いてるだけで、もうここ5階の定位置になりました。明日は長い一日になりそうなんで、明日というかもう今日ですけど、一旦寝たいと思います。ただいま時刻は朝の5時41分。結局ですね、寝れず充電をしながら時間を潰していたという、やっとですね荷物をドロップしまして、中に入ってきましたけれど、まだ6時前なのでどこも空いてません。チャイナエア乗るのは久しぶりですね。松山空港に着くのがすごく良くて、松山空港が街のど真ん中にありますから、市内までタクシーで10分ぐらいですからね、楽なので、あと空いてるしということで、やっとこさですね、搭乗口にやってまいりました。これからこれに乗って台北に向かいたいと思います。台北でお会いしましょう。現在8時半を過ぎたぐらいですけれども、高度だいたい2万フィートぐらいですかね。今日は気流が安定しているようで、早めにベルトのサイも消えて、食事も早めに出てきたと。結構ね、ガラガラなんですよガラガラなんで、割と早めに食事も回ってきた感じですね。食事はこんな感じで、機体はエアバスの A330 の300というタイプですね。だいぶ古いなという感じで、モニターもめっちゃちっちゃいモニターがついている感じですね。ご飯を食べて寝れば台北についているということなんで、しっかり寝たいと思います。現在時刻は10時35分。台北松山空港にたどり着きました。これからですね、一旦ホテルに荷物を置いてアート団体へ向かおうと思っております。早速行ってみたいと思います。ついに台北団体の会場に到着しました。ただいま午後3時です。台北市からだいぶ東の方で、ちょっと遠いんですけど、これから早速中に入ってみたいと思います。着飾ったというかドレスアップした、人が結構たくさんいらっしゃっております。アート台北とかって、1階にあってドドーンみたいな感じですけど、さあということで入ってきましたよ。これは香港の時と同じように後で入れるようにしましょうかね、音声をね。とりあえず人が多いんで、明日の朝一の方が人が少なそうな感じだな。
ではここからは画面を切り替えて、音声は後からアフレコで入れてます。まずグリーンのインフィニティレッド、これは草間さんの作品ですね。でまずですね、アート団体、今回は95のギャラリーが出ていたと思います。一応パンフレットを持ち帰って数えたんですけれども、いろいろですね、一般のギャラリーブースと少し小さいものとか種類はある程度あるんですけれども、95のギャラリーが参加していたと思います。そしてその中で日本のギャラリーは18かなと思います。今映ってるのはソカギャラリーですね。台湾のギャラリーですけれども、日本のギャラリーですとアートフロントギャラリー、ギャラリーヤマキファインアート、開会機ギャラリーも一応日本ということになりますかね。ケンジ滝ギャラリー、工作兼近ギャラリー、幸太郎ぬかがギャラリー、牧ギャラリー、水場アートギャラリー、日動コンテンポラリーアート、太田ファインアーツ、パーセル、SCAI ザバスハウス、私文閣、富岡山ギャラリー、和田ファインアーツ、ホワイトストーンギャラリー、橋本コンテンポラリー、井村アートギャラリーというような感じになってると思います。この時は VIP プレビュー11日ですので、なかなかの人混みで、午後2時からだったんですね。午後2時からだったんで、割と人が集中して来ていましたね。で会場は、天井も高いですし、いわゆるコンベンションセンター的なところで行われてますので、天井もすごく高くて全体的にとても広い感じがするんですけれども、後でちょっと出てきますけれども、バックヤードにトイレがあってそちらに行くんですけれども、そうですね、このフロアの面積の多分半分ぐらいしか使ってないような状態でした。どうなんでしょう、これはコロナだったから参加するギャラリーが少なかったからなのか、こんな感じですね。割と中心部だけでやっているような感じで、これは、参加しているギャラリーのいわゆる作品を運送してきた木箱、クレートと呼ばれるものですね。クレートに入れないと保険が効かないんで、みんな木箱に入れると、あとは安全に運ぶためということなんですけれども、お疲れ。いやー、お疲れ様です。こんなとこで出会うとは。まさかね、トイレ行く途中なんで。トイレ行く途中でバックヤードで。お疲れ様、頑張ってね。はい、奥田裕太君ですね。奥田裕太君の作品も水間アートギャラリー展示されていました。今回の水間さんはザ・ループギャラリーとタッグでというかチームで出してましてね、ここは L21、L21 ギャラリーというところですけれども、今回僕が1、2を争うぐらい気に入った作品がここの L21 のブースにありまして、なかなかいわゆるちょっとキャラっぽいんだけどファインアートまで押し上げたっていうような雰囲気がしてて、展示の仕方もとてもユニークで面白かったですね。僕は前から結構このギャラリー好きでチェックしてましたけど、あとやっぱり本を売ってるブースとか、この反対側には BMW が置いてあったりとか、必ずなんでしょうね、アートフェアになると、ポルシェとか、ポルシェはそんなにないかな、 BMW が多いかな。 BMW、 韓国とかでもそうですけど、BMW が並んでたりとかっていう、車にペイントされてたりとか、そういうことが結構ありますね。なのでコロナ、来年はもしかしたらだいぶバックヤード広く余ってたんで、広く使おうと思えば、変な話、これの 1.5 倍ぐらいの規模では会場としては、やれるんじゃないかなっていうぐらいの規模感でしたね。あとはやっぱりバーゼル系列ということで、ヨーロッパ、欧米のギャラリーが半分ぐらいで、アジア、台北、香港などのギャラリーが半分という感じで、どちらかというとファインアートに近いアートバゼルのミニ版っていうのが皆さんしっくりくるっていうような感じでしたね。
こういう派手な立体物とか大きい立体物とかっていうのは、やっぱりシッピングの関係性であまり少なく絵画中心のフェアという感じでした。かといって、香港のバーゼルみたいにこうシャガールとかピカソとか、そういったセカンダリーの作品、いわゆる印象派とかって呼ばれているような作品は目立ってほとんどなかったと思いますね。全体的には現代アートのファインアートより、ファインアートって言ってもどこが境目なのかっていうところもあるんですけれども、どちらかというと、欧米のトレンド色っていうのが比較的強いフェアだったんじゃないかなという印象でした。ただいま夜11時55分、ダンダへ行って、その後にいろいろな人のパーティーがありましたんで、そこに潜入しまして、本日はなんとか終了ということになりました。ほぼ寝てないということで、もうヘトヘトでですね、これからホテルに帰って寝ようと思ってます。今日は人が多かったし、初日だったし、ダンダイもですね、こう作品をじっくり見るとか、なんかあーだこーだ言うようなですね、ぐらいに見れてませんということで、あと 2,3 週見たいなと個人的には思ってますので、またですね、続きは次回ということで、続けていきたいと思ってますので、ご覧いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。眠いです。おやすみなさい。It sound right, boys.